ラ討伐後必見、エリトラで使う必須アイテム、ロケット花火無限システムをご紹介。まず1個目に紹介するのはクリーパートラップ。これ1台で火薬を無限にすることができます。次に紹介するのがサトウキビ無限。紙にクラフトすることができるので、火薬と紙でロケ花無限。この装置を一気に作ってサバイバルを圧倒的に楽に、いつでも見返せるようにグッドで保存。それではご覧ください。まず作る場所の注意点なのですが、なるべく草原がおすすめです。そして海の上でも OK です。まずはフルブロック、土でも石でもなんか特殊な石でも OK なんですが、今回はより作りやすくということで土でやっていきます。ここにズドーンとクリーパートラップ作っていくわけなんですが、まず立てていく前にこの辺一帯を湧き潰ししましょう。なんでかっていうと、クリーパートラップ天空にドカーンって作った時にここが真っ暗になっちゃうんですね。なんでこれ装置の下がもうなんかすげえ敵湧いちゃったりもするんで、ここ必ず湧き潰し。説明欄にね、作る前の注意点全て書いてるんで、絶対それ守ってください。近くにねでかい山とかがあると適していないので、ご自身が作ってる天空トラップタワーとか別のトラップタワーとかあるとねダメなんですが、説明欄ご覧ください。縦積みをですよ、いきますよ。123、こうやって縦積みしていくんですが、なんと140マス上に積んでいきます。左上に座標がありますが、僕の場合63からスタートしたので、今計算機使ったんですけどね、203マスまで縦積みすると良いということでございます。使うブロックなんかもね、説明欄書かせていただいてるんで、そちら参考にしてみてください。今クリエイティブでドカーンって作ってますけど、皆さんサバイバルで OK ですからね。はい、203マス、地上からプラスで140マス積んだという感じになります。で、ここ縦積みしたら、縦6マス、横8マスの長方形をね、作って土台を立てていきます。これは6×8 っていうのが絶対やんなくちゃいけないっていうことではなくて、ある程度広めの土台にしたいんですよね。なんでより大きくても大丈夫です。土台作りましたら必ず湧き潰ししましょう。松明1本ね、土中心に置いてもいいですけども、ここ必ず湧き潰しして、6×8 マスで作った方は、底辺が6マスとした場合に、1、2、3マス目に1回チェストを置きます。で、このチェストにつながるようにしゃがみながらホッパーを4つつけていきます。この時重要なのが、ホッパーの向きが必ずチェストの方向に L 字になっているかをご確認ください。間違った置き方としては、地面に置いてしまうと、はい、見てください。L 字ではなく真下向いちゃってるんですよね。これをしゃがみながらチェストにチャキンとつけることで L 字になってくれます。なので反対から見ても L 字になっていてですね、3つ目4つ目つけるときはホッパーにしゃがみながらつける。そうすると L 字2連チャンになってると。こうなっていれば OK。ここまでできたら、またしゃがみながらハーフブロックをこのようにホッパーの上に埋めていきます。これはしゃがまないとホッパーの中を開けてしまうので、必ずしゃがみながらハーフブロパイセンを、ハーフブロックですね。より初心者さんも見ていただいていると思うんで、キヨキヨご封印。ハーフブロックを置きましょう。こういう風にチェスト側が正面とした時に、奥側を3マス積んでいきます。ホッパー周りをね、3マスの壁を作ってあげるイメージ。ちなみにこれ木材でもいいんですかっていうのもね、よく質問でいただくんですが、木材だと雷が落ちて燃えちゃうとかあるんですよ。なんで土とか、石がおすすめ。一番おすすめなのは石ですね。そしてチェスト横も3マス立てまして、いや土なんでだいぶ初期の感じ出てますけど、僕が本当に初心者期間長かったので、そんな石持ってねえよとか思っちゃったりしたんですよ、昔。なんでちょっともう強引に土でやります。そしてこのチェストの上のね、3マス目をガラス2個でつなぎます。お次はこのガラスの下にトラップドアをですね、下付けします。これなんでっていうことは後で分かりますんで、後ほどご説明します。そしたらここから18マスリングを作っていきます。このようにリングを作るって、これが1段目ですね。それを2段目置いて、3段目、このような形で合計18マスのリングを作ります。おすすめな置き方としては、3マス積んで全部3マスずつ立てていくみたいなのがおすすめです。そしてこれ今作っていただいている最中かと思いますが、作り終わって動かないとかその他質問があったら、ぜひコメントでお知らせ
らせください。私もね、私の知識と、そして私もでもね結構わからない鋭いご質問いただいたりするんですよ。そういった時はね、私も調べてお答えすべてしてますんで、ぜひコメントもください。ズドーンと立て終わりました。ここまでできたら四角の端っこから1234567マス伸ばして、これを全方向にやっていきます。上から見るとこんな感じです。こう風車みたいな感じになるんですが、ここの中を埋めていって大きな四角を作ります。これがね湧き層の土台というイメージですね。今私クリエイティブでズドーンとやっちゃってるんで、皆さんはサバイバルみたいな形でこうやって置くと、まずはこう縁と縁をねどんどんつなげていって、あと中身をね全部最後にドカンと埋めちゃうっていうのがいいかもしれません。こうしてみて、はいつなぎます。このように埋めていくんですが、皆さん真ん中の四角は残しておいてください。それ以外全部埋めていくと、ドカーンと埋め終わりました。でかい四角になってたら OK。 ここまでできたら1マスこうね出っ張らせて、その上に1個ブロックを置きます。で下壊します。このようにブロックが1マス浮いている状態になったら、この今置いた四角をぐるーっと囲むように1マス出っ張らせて置いていきます。間違ってもこの四角の土台の上には置かないでください。1マス浮かせる状態で置いていく。ドカーンとつなぎ終えました。そうしましたら皆さんね、この真ん中に立ちまして、石の階段ブロックで内側からどんどん置いていきます。この L 字になってるのが真ん中を向いているこの向きがね正しいです。で角に関してはこのように置いて、また別の角度から置くと L 字コーナーになってくれます。必ず隙間がないように置いていってください。置いていきまして、だから角がちょっと大変ですよね。つなげていきます。上から見るとこんな感じ。ここまでできたら今皆さん真ん中にいると思うので、1マス、仮ブロックでちょっとこのね階段の上に立ちまして、この階段の側面にですね4マス縦で、どこでもいいです、どこの辺でもいいです、つけて、これ 4×4 の四角をちょっとね一回作っちゃってください。何してるんですかと思われる方もいますが、皆さんバケツ持っていただいてると思うので、ここに無限水源を作っていきます。皆さんバケツ説明欄にね2個必要だよって書かせていただいてると思いますが、まずは角に1個置いて、その反対の角にもう1個置くと、はいこちらが海、つまり無限水源になります。なので一度サバイバルにして、皆さんもずっとサバイバルで大丈夫なんですが、私の場合、クリエイティブで簡易的に作っていますんで、ちょっとバケツ一時的にサバイバルにしました。皆さんと同じだと思います。この状態でバケツ組むと、はい永遠に水が取れるようになるんですよ。この機能を使って、上空でね水が無限になったということです。この水を使って角に1個置いて、皆さんねバケツ2個余ってると思うんで取ってで置いて、ここからですね全ての階段ブロックの横に水を敷いていきます。こうやってタラーリって垂れちゃって全然いいですからね、踏んでは戻ってをね一生繰り返していきます。頑張って全部階段に置いていきましょう。皆さん角っちょにも必ず置いてください。置き終わりました。そうすると、はい水流がですねこのようにこの真ん中の 2×2 の穴のギリッギリで水止まってくれてるんですよ。もしここで水が漏れ出ちゃってるよっていう方は、マス数が違いました。最初風車で7マス置いたじゃないですか。それが多分6マスになっちゃってたりすると思いますんで、確認してください。で先ほど作ったこの無限水源状なのですが、真ん中に土で埋めちゃいます。そうするとね水消えてくれるんですよ。で水消してからこのように縁すべて壊しちゃってください。はい全部今のうちにね壊しておきましょう。はい完璧。さあ今こんな状態ですが、ここから四つ角にブロックを置いていきます。この分かりますかね、上から見るとこの段差があるところあるじゃない。これなんて言うんだろうな、土で数えると1マス目2マス目斜めから2マス目の地点、ここにブロックを3つ立てて、下の2つは壊す。ブロックが浮いている状態ですね。この状態からこのブロックを含めて合計7マス伸ばします。はいこちらが7マスになってることを確認してください。そして 7×7 の正方形になるようにブロックを置いていきます。 7×7 です。必ず数えてください。 1,2,3,4,5,6,7OK。7×7 これを4方向やります。今ね角っちょに置いて 7×7 作ったのを同様に残り3つこのように作
作っていくというイメージですね。上から見るとこんな感じ。間の隙間が2マス、全部2マスなのかをね確認してください。ここまでできたらこの位置にトラップドアを敷き詰めていきます。チャキン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 と置いては閉じて置いては閉じてをこの通路側にやっていきます。はい、一本の道がトラップドアロードがね完成しました。これを1、2の3本やっていく。今ここまで作っていただいてる方、ぜひねチャンネル登録していただいてるかご確認お願いします。究極チャンネル、マイクラプレイヤーさんにお役立ちするチャンネルを作って100万人目指してます。ぜひ登録お願いします。置き終えて上から見るとこんな感じになります。通路全てにトラップドアが貼られている状態。ここまでできたらハーフブロックを持ちまして角っちょ1つ開けて斜めにちょん置いていきます。一回これをね全部の四角やっていきます。角っちょ開けて斜めにちょん、もう一回いきますよ。一番角開けて斜めにちょん、これをね4つやっていく。上から見るとこんな感じになっています。でここからです。今置かれているハーフブロックの横1マス開けてちょん、1マス開けてちょん、下方向にも1マス開けてちょん、1マス開けてちょん。今こんな感じなのですが、こうマス目になるようにまた1マス開けてちょん、1マス開けてちょん、下にも1マス開けてちょん、1マス開けてちょん。ハーフブロックをこのような形で置いてください。これ必ずこの位置で置かないとクリーパー以外のモブが湧いてしまいます。雲対策って言われることなんですけどね、これがもしずれてしまっていたりするとここで雲が湧いてしまって、クリーパートラップが機能しなくなってしまいます。ぶっ壊れてしまいますんで、こう必ずやっていきましょう。一緒にやっていきましょう。1マス開けてちょん。これをね4枚の面全てにやってください。そして移動するとき全然トラップドアこうやって開けて閉じて端にして OK ですから。またしてもねこの向きになるとあれさっきと一緒じゃないってことですよね。1マス開けてちょん。必ずこの位置で置かれているかご確認ください。ここまでできたら端っこに立ちましてブロックを1、2の3マス積んで下2マス壊す。これが1層目でございます。で2層目をね作っていきます。2層目ってどういうことですかっていうことなんですが、最初に作った 7×7 の土の島、土の正方形あるでしょ。これを真上に作るという感じですね。なので上から見るともう丸々かぶさっているような形。これをですね下からこう頑張ってね埋めていきます。完全にね上から見るとまるで被っているような位置関係で2層目を置くことができました。4つの島すべてに2層目を作りたいのでまた3マス立てて2マス削ってまたこう 7×7 上に作っていく。こうちょっと下から向いて作るの難しいっていう方はこのように作ってからスニークしながら 7×7 このように置いていくとより分かりやすいかもしれない。下の見ながらね置くだけで OK なんで、こう注意点としては必ずここ最初縦積みしたところ壊さないとこの横から見た時に面が浮いてくれていないのでここだけ注意してください。置き終わるとこんな形になっております。ここまでできたらもうねなんとなく想像つくと思うんですよ。先ほどと同じようにこの通路の面にトラップドアを置いてよいしょ全部置いては開く。先ほどの工程を繰り返しやっていくだけ。もちろん大変なんですけれどもね、ブロックをこう置いて間違えて置いちゃったら壊さなきゃいけなくてっていうありますが、ドカーンとやっていく。トラップドアを置き終えたらそうですハーフブロックを角っちょ空白から斜めにちょん、これを1マス開けてちょんを繰り返して真剣ゼミでやったやつだっていうことですよねいやごめんなさい、今の方に伝わるのかわかんないんですけども、もう僕らの時代は真剣ゼミでやったやつだおりゃーっていうね、真剣ゼミのお試し漫画で毎回出てきたっていう、すいませんわかんなくてすいません。いや今もあんのかな、どうなんだろう。でこれね皆さん全員2層目必ず作ってください。置き終えたらこれね一回1層目に行きます。仮で、しゃがみながらハーフブロックを置いてそこに乗っかって壊して1層目の下にですね行きまして、ここから一番重要です。そして骨がやや折れます。 7×7 のこの大きな四角あるでしょ、これの真下にボタンを全部つけていきます。嘘でしょ、やめてください、そんなこと聞いてません。これ大変すぎるし、見てハーフブロックで画面がおかしくなります。ハーフブロックに乗ってる間でこの段
段差で視界がねちょっと見づらくなって非常に起きづらいし、ちょっとやりづらいんですよ。であとおまけにはこう間違えて水流に落ちちゃったりするかもしんない。今作業中だけこうやって全部橋にしておくのもあり、全部置かないとクリーパートラップうまくいきません。そして万が一置きミスをしてしまった場合、これ置かずにね無視してしまった場合とかはクリーパー以外の敵が湧いてしまいます。ゾンビとかスケルトンが湧いちゃうんですよね。これ何をしてるのかっていうと、クリーパーの高さってゾンビとスケルトンとなんか頭の高さ身長が違うんですよ。なので脇の高さを矯正することでクリーパーしか湧かないようにしているんですね。なのでこの作業が大変なんですが一番重要。ハーフブロックがない列をしゃがみながらこう2マスずつ置いていくと視界の揺れがなくてスムーズかもしれない。2マスずつ置いていく。でさっきも言いましたけど、置きミスあると事故るので、もちろんね置きミスあった時にもう終わりですか、作り直しですかっていうことではないんですよね。点検もできますので。ただねやっぱ一発でこうミスなくいきたいじゃないですか。置き終えまして、ちょっともうなんか兵所だなって感じで深呼吸しながら休みやってください。これを、全部やってみます。今だけ小人になりたい。なんか画面がすごく置きづらいから。はい、1層目の真下ボタンすべて置き終わりました。今ね俯瞰で見ると皆さんのワールドのクリーパートラップもこのような形になっていると思います。で今さこれ1層目2層目作ってるかと思いきや、はい、皆さんお分かりでしょう。クリーパーが今湧くのはね、明るいんで今湧けませんけど、この層だけなんですよ。なぜなら上は野ざらしになっていてボタンで高さ矯正身長矯正してないじゃないですか。なのでこれをね今から2層目作っていくんですが、方法としてはねまた3マス積んで 7×7 の四角を作って、こうなったらトラップドアを全部の通路に置いていって、ハーフブロックを角から1マス離してチョンして1マス開けてチョンして、これを全部やっておくだけ。皆さんもう火吹くよね。ほんとこれ大変。でもこれをやればもう火薬も無限と言っていいでしょう。初めに作れば作るほどどんどん楽になってきます。みんなここまで作ってすごい、最後までいくぞ。はい、このような形でですね置いたら忘れちゃいけないのがボタンなんだよね。これ置かないとただのゾンビトラップができちゃうんだよね。マジで一緒に頑張ろうぜ。僕もいいよなキヨキヨはクリエイティブでっていうねことなんですけれども、私もね土日もう毎週15時5分からハードコア生配信中です。もうここでねほんとその生配信でサバイバルの洗礼私も受けてますんで、一緒にマイクラ頑張っていきましょう。ぜひ放送にも遊びに来てください。ここやべえ置きミスだ。ドカーンと置き終えました。皆さんのワールドが今このような状態、皆さんサバイバルで見れないと思うんですけども、このような状態になってます。で今1層目2層目ができたという状態なんですが、これでも一応クリーパー湧くことには湧くんですが、そんなに効率はまだ求められません。そんなにね嬉しい効率だなと思えないんですよ。なのでね層の考え方としてですよ、ボタンまで置き終わったら1層ですよ。そしてボタンまで置き終わって2層ですよね。この層の空間を6から7層作ると距離安定します。私はこれを言うのを心苦しい。ただ私が何か意地悪したいわけじゃないんです。マイクラの仕様に基づいて、そして皆さんのサバイバルがより良くなる、そして作りやすいトラップなんです。これでも本当にこれ大変です。多分皆さんサバイバルだったらおそらく、4,5 時間かかると思います。だからこそ私ね動かない場合のトラブルシューティングや視聴者さんの質問にお答えするっていうのをやらせてもらってます。一緒に頑張りましょう。皆さんが、6から7マス置いた時のところまでジャンプしますということで置き終わりました。皆さんここで、チェックしてください。なかなかね、こうやって空中飛びながらチェックできないと思うんですけれども、まずところどころ皆さんこうやってトラップドアが開いちゃってる方いらっしゃると思います。これって何かっていうと、こうボタンを置く時に、このような形でねボタンを押してしまった時にですね発生するものでございます。なので上から見てですねトラップドアがこう開いてるところあったら必ず、閉じてあげてください。トラップドアが全て閉まっていることを確認したら総数の確認をしていきます。さっきも言った通りハーフブロックが置かれていて、その上でボタンが全て置かれている状態、これを1層とします。そして2層3層4層5層6層で7層で、8層目はないと
いうところなんですが、7層作ったら真ん中のここはね埋めちゃってください。ドカーンと埋めまして、いやここまでできた方いたらぜひコメントください。もう本当にねお疲れ様でした。プロ、あなたプロドカーンとね埋め終わりました。そうしましたら、こちら角に立ちましてプラスで12マス伸ばします。3、4、ちょっとどういうことですか、キュウキュウさん、またなんかするんですかっていうことですけれども、今伸ばしたところクワガタの角みたいになるように、この真四角からプラスで12マス伸ばすと、上から見るとこんな感じになります。これを4方向全部やります。なので12マスずつ置いていくっていう感じ。これなんでしているかというとですね、一番上に大きな屋根を作ります。上から見るとこんな感じ。なんか地図記号でこんなのあったよね確か。これを、はいお待たせいたしました。端っこに立ちまして、でっけえ正方形にします。もう端っこと端っこをつなぐだけで OK です。そして中は全部埋めるという形。これなんでするかというと、マイクラの敵モブは明るさが1でもあると湧かないんですね。なので大きく四角を作ることで真下を明るさ0にすることができます。むしろほんとこの動画の工程すべてねはしょってはいけません。本当にこの動画の通りにやった時に初めて湧くということでございます。なぜ私が作り始める前の Q&A というかね、その注意点を説明欄になぜ載せているのかというと、やはりこのような、もう皆さんおそらく数時間かけていらっしゃると思います。そのせっかく数時間かけたものをですね、例えば間違えてキノコ島に作ってしまうと、これ絶対に湧かないんですよ。なぜならキノコ島っていうのは敵モブが一切湧かないというバイオームの仕様なので、そういうのをねまず作成段階からねなくすっていうのが大事だと思って、本当にこう救急チャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネル作って100万人目指します。よいしょ。さあ伸ばしまして、上から見るとドカーンとこんな感じでね大きな四角になりました。そうしたらここの間全て埋めていきます。ちょっと本当にね、本当にここまでできて皆さん本当に素晴らしいです。ラストスパート頑張っていきましょう。そして埋めていく際にはもうね松明置きながら埋めちゃってください。夜になってちょっと離れた時に遠くにね敵が湧いちゃうと嫌なので、こうやって埋めていきます。埋め終わりました。そしたら上は必ずこのようね松明とかランタンで湧き潰ししてください。せっかく作ったのにここがですね湧き潰しされていないとゾンビとかここに湧いて一生クリーパーが湧かなくなってしまいます。これ嫌ですね。なのでここ湧き潰しして、そうすると完成しました。ではここからね一度お水を垂らして、はいこちらエスカレーター的な感じでね回収して、よいしょ、ゆっくりね下戻っていきましょう。あれ待って、今なんかクリーパーいなかった。今クリーパーいたぞ。でここもう真下に戻っちゃってください。一回真下に戻りましたら追加で湧き潰しして、よいしょ、はしごを持ってかけながら上に上がる。おりゃー、そうしたら到着で、さっき多分クリーパー湧いてたんですけども演算距離で消えました。でこっから本番です。広げてもらって OK。必ず松明もねしっかり湧き潰ししてあげてください。例えばチェストとか置いてあげて、ベッドとかね置いてあげてください。そしてうわもう溜まってんじゃん。統合版はこれ湧き上限っていうのがあるんですよ。なのでもしドロップ増加の剣でこうやってせっかくなんでサバイバルにしましょう。ドロップ増加の剣とかで倒したらね、ぜひ経験値とかあと火薬の量も、シンプルに増えます。ちょっと今私は剣何もついてないんですけど、このように倒すとね、はい経験値も手に入るし、火薬もね手に入るというわけなんですが、さっきも言った通り落ちてきたら倒しちゃってください。ちょっと放置したいんですけどっていう方はここをですね、ちょっと焚き火に変更することも可能です。ただちょっとクリーパー湧いてくるとやばいんで壊してすぐ置く。仮に焚き火を置いている最中に、落ちてきたらちょっとサバイバルですぐ下下がって倒して、基本的に、目合わない仕様になってますんで、ガラスとトラップドアあるんでね倒して、すぐこうやって置くと。そうすると何が起きるかというと、焚き火のダメージで落下ダメージと焚き火のダメージでクリーパー落ちてきてすぐ死にます。さあ来た死にます。そしたら火薬も落としてくれます。ちょっと試しにちゃんと火薬を落としてくれるかチェックしましょう。今チェストには0個です。さあクリーパー降ってきました。死にました。火薬増えます。しかし経験値はゲットできません。なので、火薬だけ欲しいよっていう方は、ここでね、放置
置しながらお昼ご飯食べてもらって OK。ただ経験値欲しいよっていう方は剣でねひたすら殴り続けるといいかなと。上級者の方はトライデントピストントラップっていうのを使うんですけど、今回は省きます。そのトライデントピストントラップだと、経験値もゲットできてクリーパーもすぐ処理できるっていう感じでいいんですけどね。ただ今回は省きます。火薬目集めだったら焚き火で全然いいかなとは思いますね。放置ができんのが熱い。そしてもしここにゾンビやスケルトンが湧いてしまった場合、もうクブクリンですね、こちらのちょっと一回湧き潰ししちゃいます。これはもう特殊プレイですよ。こちらのボタンがどこか置けていないということになります。なので、一度ですね上に行きまして、その対処法一度頑張ってこう縦積みとかで上に行って、壊すでしょ、こうやって壊してですね、しっかりと置きミスがないかをこう確認していくと。ただ今、壊した時に、このように、ボタン壊れちゃったんで、かなり点検も大変です。点検できないこともないんですけど、一個一個ね一段一段こう松明置いていってクリーパーが湧かないようにした上で点検が必要になります。そしてここ1マス空いてるんですけど、ここ埋めると真っ暗になるでしょ。この1マスでも光の隙間が出ちゃうとクリーパー一切湧きません。そしてこのクリーパートラップはここで放置している時のみ、クリーパーが湧いてくれる仕様なので、こうやって下下がった瞬間ね、このクリーパートラップの稼働は止まります。これマジで最高じゃない？まずは作りたいところを選びまして、作る前の注意点説明欄にございます。3マス削ってラージチェスト、そしてねこのチェストにつながるようにホッパーを接続します。しっかりね実演ですが必ずチェストにつけてください。地面につけちゃうと装置動かなくなりますんで、しゃがみながらチェストにつける。ここにサトウキビが回収されて、紙にクラフトして村人さんとエメラルドと攻撃していくんですが、装置自体はホッパー側にできますんで、このような建設できる空間をね用意してください。そしてこのホッパーの斜め上にブロックを置きまして、このブロックを横に合計15マス伸ばしていきます。滑らかな石使ってますが、丸石などでも OK です。横に15マス伸ばしました。そうしたら1マス開けて、この状態でまた15マス折り返していきます。これはね数える必要ありません。上とね同期してれば OK。 こうなったらチェスト側から右から6マス目数えてください。1234566マス目を破壊して、よいしょ、この6マス目にレッドストーンブロックを置きます。こんな感じ。左から4マス目のブロックを破壊して、同じようにレッドストーンブロックを設置。このような状態になってれば OK。そうしたら手前にレールを敷いていくんですが、今置いたレッドストーンブロックの横にはパワードレールでね赤く光ります。そしたらレールをこう伸ばしていって、またレッドストーンブロックの横パワードレールにしていくっていうのを繰り返していき、ホッパー上もレールで折り返していって、反対側もね同じようにレッドストーンブロックの横にパワードレール、これでぐるっと一周させていきます。パワード置いて一周つなぎまして、上から見るとこんな感じです。パワードレール4つ使ってますね。ここまでできたら、いつもの建築ブロックでこのレールの上にブロックを設置します。浮かぶんですよ。皆さんねレールの上置いてあげてください。そうすると浮かびます。でそれをね5マス伸ばしてあげる。なんでレールの上にはブロックを置くイメージですね。これをホッパー側にもやります。置いて浮かせて5マス置く。上から見るとこんな感じ。そして今度はですね、このズドーンと伸ばしているレールの上に土を置いていきます。皆さん平面立ってると思うんで、もうこの石にズドーンとね伸ばしてつけるだけ、ちょっとこれ簡単すぎないっていう。そして反対側も一周させていって、よいしょ、ジャギーンとね土がつながりました。そんで真ん中のこの位置にズドーンとね石を伸ばしていきます。そうするとレッドストーンが見えてる状態で2列のねくぼみができました。ちょっとこれほんと大詰めですよ。説明欄には水バケツ2つ必要と書きましたが、ここで無限水源を作ります。このね2本のくぼみにもう水をブワーって張り巡らしたいんですが、まず角に1個、私もサバイバルでやってみます。水バケツ置きまして、1マス開けて3マス目に水を置く。そうすると、この間が無限水源になりました。今私2個カラーバケツ持ってますが、間取ると消えません。なので、またね、1マス開けて置くと、次ここが無限水源になりましたんで、これをどんどん繰り返していくイメージ。簡単なんでね、これだから海と一緒のね、水源になったということでございます。これが水源で、これが水流。これ1マスおきにね、置いてあげてください。よいしょ。1列完成しました。そしたらこちら側もやっていくんですが、いきます。水取って、消えません。戻ります。
そしたらね、もう無限にいけちゃいます。ズドーンと水源が伸びました。そしたらお待たせいたしました。このね、土の上に、サトウキビを1個ずつ置いていきます。置きまして、はい、こちら側もズドーンとね、伸ばしていきます。よいしょ。ここまでできたら、この水源の上にブロックを置きたいんですが、このまま置いてしまうと水源がなくなってしまいます。なんで、仮ブロックを立てて、壊して、水の上にブロックを置きました。反対側も同じようにブロック浮かせてあげて、これをね、またしてもズドーンと伸ばしていきます。もうサトウキビなんか生えてんだけど。これ完全自動装置なんで、放置でサトウキビが溜まるという装置ですからね。ズドーンと伸ばしましたら、ピストンをご用意していただいて、このね、サトウキビ側からピストンを置いていきます。これね、難しいのが、ピストン置く向きによって、この板材がね、向く方向変わるんですよ。なので、この板材が必ずサトウキビの方を向いているような形で置いてあげてください。ただ、置けないときはね、もう壊しちゃってくださいよ。もう壊しちゃって、もう置いてください。大量にね、ピストン使いますが、一回設置したらもう無限にサトウキビ増えますからね。反対側も行きましょう。サトウキビ側からピストンを置いていって、ドカーンと置いていきます。はい、必ずこのピストンのね、板材の部分、石の部分じゃなくて板材の部分がサトウキビ方向を向いているようにしてください。その上で、皆さんね、一回ピストンの上に立っていただきまして、オブザーバーを、このね、ピストンの上立ってから、このように置いていきます。置いていくと、赤い点がプレイヤー側を向いているようにしてください。間違える例としては、こういう横から置いてしまうと、はい、赤ポッチがね、こちら側向いてくれてません。なんで、すべての赤ポッチが手前に向いてくれている。プレイヤー側に向いていって、中央に向かっていることをご確認ください。それで今、置いたオブザーバーの上に立って、またピストンの上に赤点が手前を向くようにしてください。これね、近づきすぎると上から置いた判定になってしまって、またオブザーバーの向きずれてしまいます。なんで、ちょっとね、しゃがみながら、寄った状態で横から置いてあげてんだぜ俺はという判定でね、置いてあげるとすごくスムーズです。はい、置き終えました。必ずね、点検してください。赤い点が内側を全部向いているかご確認ください。で、まだね、下降りないでください。このオブザーバーの下、ピストンなんですが、ピストンの横にブロックをドカーンと敷き詰めていきます。ブロック置きました。そうしたら、このね、今置いたブロックの上にダストをズドーンと置いていきます。すべてに置いていく。よいしょよいしょ。ここまでできたら、今度ね、この最初に伸ばした5マスの端に立ちまして、はい、サトウキビの横立ちまして、4マス追加で縦積みします。で、はい、じゃあこちらサトウキビの横立ちまして、4マス縦積み。で、反対側にも行きまして、はい、4マス縦積みしていきます。はい、サトウキビ横。はい、正面から見るとこんな感じです。ここまでできたらね、地上を降り立っていただいて、このね、上のブロックをドカーンと繋いでいきます。で、反対側もやっていきます。反対側もここズドーンと伸ばしてあげる。よいしょ。はい、繋がりました。なんかもうさ、すでにさ、メカニックな感じ。かっこよくない？ここまでできたら、ガラスを持ちまして、仮ブロックの横にガラスを3つ立てて壊します。はい。そうすると、サトウキビ、ピストン、オブザーバーの前に、ガラスが置かれているというイメージです。これをサトウキビの前、全部覆っていきます。ちょっとガラスハウスというか、ビニールハウスみたいな感じに覆っていくと。はい。つなげ終わりました。そうするとね、ちょっとガラスが出っ張ってるような、見た目になっちゃうんですよ。ちょっとこれ嫌だなっていう方は、こうね、ここ外枠埋めていただいても OK です。せっかくなんで埋めてみます？なんかこう、ちょっとさ、やっぱ見た目かっこよくしたいですよね。はい、つなげてみました。はい、正面から見るとこんな感じ。かっこいい。その上で、反対側もやっていきます。そしたらあれですね、同じようにやっていただいていいんですけど、縁から作ってもいいのか、そしたらね。縁ドカーンつけまして、1マス増設して、中の3マスをガラスで埋めていく。はい、今このような形になりました。なんかかっこよくないこれ。そうしたら、松明などで、この辺をね、明るくしておきましょう。はい。松明つけて明るくしまして、これ念のため装置の上側にもね、松明置いてあげてください。上からちょっとこうゾンビ降ってきたら嫌じゃないですか。置きまして、こっからもうほぼ完成なんですが、実際にエメラルドを無限にする工程までやりますんで、絶対最後まで見てください。ここまでできたら、はい、このね、レールの上にホッパー付きトロッコを置きます。トロッコの中に、ホッパーが入ってるトロッコですね。これを置いたら、プレイヤーのね、フィジカルでいきます。よいしょと。体当たりすると、はい、動き始めます。
てん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 。さあ、来ました来ました。こうすることによって、一生ね、トロッコがぐる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 してくれます。ここで注意点なんですが、統合版のトロッコ消えやすいというね。やめてくれませんかその仕様っていう。まあこれバグっぽいんですけど、プレイヤーの演算距離との関係で結構消えちゃうことがあると。で、基本的に私こういう装置とか作るとき、演算距離4で、お作りいただきたいなと思うんですよ。演算距離は設定のゲームから、ここですね、4チャンクとなっているはずです。ここでは変えられないんですが、ゲーム1回終了して編集画面から変えることができます。でも基本みんなね、4がね、おすすめなんですよ。その場合、この装置から、64マス以内でこの装置からね、放置すると、このように装置が稼働してくれます。消えちゃう問題嫌な方は放置が終わったらもうね、手動で回収するっていうのも1個おすすめ。この状態試してみてください。この状態で一度早送りしてみましょう。さあ、早送りしてみました。じゃん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 ね、サトウキビ生えて、この仕組みとしては、サトウキビが3マス目まで生えるとですね、オブザーバーの前に、サトウキビが生えるんですよね。そうすると、オブザーバーがそれを検知して、下のピストンに信号を与えて、ガチャコンと、ピストンが動いて、サトウキビが破壊されます。その破壊されたサトウキビを、下のホッパー付きトロッコが回収していくというシステムでございます。これがね、ぐるーっと一周、なっていまして、どこか一箇所でもサトウキビが入ると、全部のピストンが動くという仕様なんで、かなりね、破壊するスピードが速いのが特徴です。その上で、このチェストの中に溜まってるんですが、あれおかしくないと。さっき結構ガチャンガチャン壊してたのにまだ20個ですかと。はい。この状態でホッパー付きトロッコがもうすぐ通過します。通過した時に1個落としていくんですよ。つまり、このホッパーの上を通過した時だけチェストに1個入るという仕組みなので、とはいえトロッコも結構短いスパンでぐる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 一周してくれるんで、そんなに問題ないんですが、もし気になる方は一度壊していただいてね、ちょっとトロッコ回収しちゃいますが、よいしょ。ホッパーの両サイドを削って、しゃがみながらホッパーにつながるようにホッパーを設置。そして反対側からもこの真ん中のホッパーにつながるようにホッパーを設置した上で、レールをね、上にかぶせてあげてください。仮で、ちょっと、じゃあサトウキビこうやって入れといてあげて、はい、流してみました。そうすると、さっきはね、1回ホッパーが通るたびに1つしか増えませんでしたが、今3つ増えました。こうすることによって、より素早くサトウキビ回収することができます。では、エメラルドが無限になるっつってこれ動画開いたんですけどっていう方、こっから実演します。まずはこの、サトウキビ取りまして、作業台で、今のサトウキビを使って紙をドカーンとクラフトしていきます。この紙をもってして村人さんと交易するんですが、初見台を置いて村人さんを司書さんにします。この司書さん、はい、ご覧ください。紙24枚でエメラルド1個に交換してくれるんですよ。なのでここでエメラルドを無限にできると。でもちろんね、はい、何回もちょっと24枚で大きいんで何回かこうやって取引していただく必要あるんですけども、これ紙じゃない？なので村人さんをね、例えば、ここにちょっと村人ハウス作ってサトウキビ無限にしてエメラルドが交易で無限になって経験値も取引するともらえますから、ぜひ作ってみてください。装置や取引のトラブルシューティングは説明欄に全て記載してます。それでもわからないことある場合、ぜひコメントください。最新の仕様を調べて全てお返事いたします。きよきよチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録目指してます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも統合版の装置作りたい方、こちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。